皆さんこんばんは。本日も文化話チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。仕事手帳を使い始めて1ヶ月ぐらい経ちましたので、使ってみた感想などお話ししようと思います。よければ最後までご視聴ください。2022年の仕事手帳として選んだのはプロッターのテンペスティカスタードの英語サイズです。これは伊東屋のシステム手帳サロン限定の商品になります。本革なのに革っぽさをあまり感じない不思議な質感の手帳です。このレザーファインダーの開封動画などは別でアップしているので、よければそちらをご視聴ください。まず1ヶ月使ってみて経年変化という面でお話しすると、この革はもともとスクラッチ加工って言って表面に傷がついているので、傷などはあまり感じていません。ただところどころで摩擦によるものなのかわかんないんですが、シミのようなちょっと他の部分とは違ったような色になっているような感じはあります。と裏側のこの内側の部分は結構滑らかな触り心地があったんですけれども、それがだんだん薄まってきたような気がします。大きさの面ではいいなっていう部分とちょっと気になるなっていう面があって、気になるところは会議室とかで持ってって使う時に結構大きくてスペースを取ってしまうことですね。いいなと思った面に関してはやっぱり薄さです。赤い手帳は今年仕事手帳として使っていたサニー手帳ですが、プロッターの英語サイズよりも縦横ともに3センチずつぐらい小さめのサイズになっています。その分厚みがある手帳です。私は出社勤務とテレワーク勤務が混ざった働き方をしていて、家で仕事するときは手帳を持ち帰って、出勤するときにまた職場に手帳を持って行ってみたいな感じで、バッグに手帳を入れて持ち運びする機会が増えました。他にもいろいろと持ち運びするアイテムがあったりして、この手帳が厚すぎて結構バッグが閉まらないとか無理くり閉めてるみたいな時があったんですけれども、プロッターの手帳にしてから厚みで悩むことが減りました。一番気になっているのはプロッターのバックプレートが机に当たった時の音です。当たるつもりがなくても会議室のテーブルとかによっては滑りやすい時とかがあって、擦れた時の音とか結構大きいんですよね。今は木製のテーブルの上でやってますけれども、私の会社のテーブルは木製ではなくてもっと滑りやすくて音も結構響きます。あと本革の手帳なので会議室とかで使うときは革の匂いが気になる方もいるかなっていうのがちょっと気になっています。これはレザーバインダーの話ではないんですが、プロッターのマンスリーリフィルとプロッターの本革ペンホルダーの相性的なものでちょっと気になっているところがあります。プロッターのマンスリーリフィルって余白のギリギリまで使えるように設計されています。ペンホルダーの縫い目の部分が当たるこの月曜日のところはページの端っこに書こうと思うとちょっとボコッとした段差ができてしまうので、書きにくさとかその辺がちょっと気になりました。先ほどバックプレートの音が気になるっていうお話をしたと思うんですけれども、それ関連でこのバックプレートの上下がちょっとギリギリ当たっちゃうんですよ、机とかに。なので会社の机とかに傷をつけないかとか、あとはここも音が鳴る原因になってしまうので、そこもちょっと気になっています。自宅の机に傷がついても自己責任的な感じはありますけれども、職場とかってなるといろんな人がいるし、とても気を使いますよね。気になる箇所をいろいろお話ししたので、今度は逆に気に入っている箇所についてお話しします。まず一つ目がプロッターのマンスリーリフィルです。このリフィルの何がいいかと言いますと、日曜日の隣にですね、週のタスクを記入できる欄があります。この週のタスクを記入できる手帳を使うの初めてだったんですけれども、とても便利ですね。
1週ごとに6個のタスクまで記入できるようになっています。今週中に提出とかってなった時、だいたいそういうのって金曜日じゃないですか。なので金曜日の欄にやたらと提出の締め切りが集中するとか、今まではそういったことで土曜日日曜日の枠を使って書いていたりしたんですけれども、週ごとのタスクができたことによって金曜日の枠には金曜日の予定をしっかり書くことができるようになりました。あとは自分が今週中にこれやりたいなって思ったこととかを書くスペースってなかったんですけれども、そういったものを書く欄としてもとても重宝しています。チェック欄があるので終わったかどうか確認できるっていうのもとても便利です。あと英語サイズのいいところとして A4 のコピー用紙を閉じられることですね。サニー手帳の時は A4 の用紙を四つ折りにして持ち運びをしていました。四つ折りって結構厚みが出ちゃうし、開く時にワン工程多くてちょっと手間なんですよね。でも英語だったら2つ折りにしたものを手帳そのものに閉じられるし、持ち運びもとても便利だし、開く時も1回パタンとすれば開けるのですごく助かっています。今日はプロッタンのレザーバインダーを仕事手帳として1ヶ月使ってみた感想をお話ししてみました。実はまだウィークリーのページを使っていなかったりするので、また使っていくうちに使い方が変わってきたりとか、違うリフィルを入れたりとか変わっていくと思いますので、その都度お話しできればいいなと思います。今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。